どうも、無印マニア無常です。8月も見逃せない新商品がたくさん出ておりますので、ぜひチェックしてみてください。それでは8月の新商品紹介、早速いってみましょう。無常にお任せ。ルームフレグランススプレー携帯用アールグレイとオータムブレンド各690円。こちらルームフレグランススプレーに秋の香りが出ました。これがですね、店頭で嗅いでみたら、なんと両方ともめちゃくちゃいい香りだったので買っちゃいました。今回のね、このアールグレイとオータム両方当たりでございます。これはですね、そもそもルームフレグランススプレーということでね、こうやって、シュッシュッシュッとこの空気中にかけてもいいですし、布製品とかね、ソファーとか寝具とかにさっとかけてあげると、香りがふわーっと立ってすごく癒されるもの、そんなアイテムでございます。それの携帯用ですね。で、なぜ携帯用を買ったかというと、この大きい方はですね、このノズルが壊れやすい、ポキッと折れちゃう。これがですね、なんか一緒のノズルだったんで、多分まだ改善されていないだろうなと思って、またねパキッと折れたら嫌だなと思ったんで、こっちの携帯用にしました。携帯用って言ってもね、結構持ちますんで、これおすすめです。で、いろんな香り楽しめるじゃないですか。で、これくつろぎとお休みもあるので、これで今4種類あります。もうどれ買っても正解ですから、めちゃくちゃいい。いや、いい香りなのよ。このアールグレイはですね、どんな香りかと言いますと、爽やかなベルガモットに甘さと茶葉の香りを加えました。温かな紅茶をイメージしたシトラスハーバルの香りということなんですけど、わからんよね。その文字で言われてもわからんのよ。もう嗅いでみて。これはいくよ。ありがとうございます。このね、いいのよ。なんだろうな、紅茶、確かにアールグレイの香りします。で、ほのかに甘みもなんかあります。で、そのシトラスみたいな柑橘系の感じもなんかねあって、いや、これはほんといい香り。なんか絶妙なバランス、すごい。で、これですね、インテリアフレグランスオイルもこの香りが出てるので買おうかなと思ったんですけど、ちょっとまずはね、これで一旦香りを確かめてから、いやでもね、いいんで追加購入しようと思ってますね。そしてこのオータム、まだまだ暑いのにオータム、もう季節は秋でございます。こちら嗅いでみて。いくよ。これね、いい香りなのよ。こちらはですね、金木犀にレモンやベルガモットなどの爽やかなシトラスを加えている秋の夕暮れをイメージしたフローラルの香りなのよ。なのでもう秋の鱗雲の夕暮れが見えました。僕はこれ絶妙やな、どっちも今回。じゃあどっちがおすすめかというと、なんかね、アールグレイの方が嗅いだことない感じでも絶妙にいいバランスなので、こっちはちょっと無印っぽいというか、お休みブレンドにちょっと似てる感じがあります。でもね、どっち買っても正解だから、これはぜひ買ってみて。マジでいい香り。ぜひまずね、この携帯用から買ってみてください。卓上用トイレットペーパーケース1090円。こちらテーブルの上とかですね、洗面周りで使える卓上用のトイレットペーパーケース。ここをパカッと開きまして、でトイレットペーパーをこちら、無印の5倍巻きシングルの、ぶっといやつですけど、それでもちゃんとね入るように、ちょっときついんですけど入るように作られております。で入れてパチッと、こっちもパチッと、こんな感じで、ここにテープカッターみたいなギザギザがついてますので、こうやって切ることができる。僕はトイレットペーパーをトイレ以外で使うっていう習慣がなかったので、こんなん卓上に置いといて使うのって思ったんですけど、意外とレビュー見てると結構テーブルに置いて使ってる人多いんですね。ティッシュよりリーズナブルなのか。あとペットを飼ってらっしゃる方とかは、ワンちゃん猫ちゃんのそばに置いておいて、なんかこれでうんちを取りますみたいなね方もいらっしゃいますね。卓上にトイレットペーパーを置くのはちょっとなんか抵抗がある方も多いと思いますが、このシンプルなデザインだったらね、全然トイレットペーパーとは思わないと思うので、そういう意味ではね、とてもインテリア的にも馴染む商品だなと思います。公式ホームページの方では、使用例としてダイニングテーブル、紙ナプキンの代わり手や口など食べこぼしを拭くとか、リビング、ティッシュの代わりに鼻をかむ、くずを集める、ペットのいる家庭でティッシュを何枚も使うような汚れに、洗面台、作業スペース、スポンジや布代わりに、台や道具のちょっとした掃除、お手入れにということで、そう思えば使用できる場所はいろいろあるんだなと思いました。公式ホームページの方でもかなり高評価をもう早速集めております。発売を待ってましたということで、トイレットペーパーのケースは今までいくつか使ってきましたが、片手でカットできるのは初めて。便利。そうね、結構ねこれ重くて、あとこのグリップもねそこしっかりしてるんで、ちゃんとこう動かないですよね。で重いのでこう引っ張ってピッと切れる。だから何か左手で何かね汚れてるの持ってってもピッと切れるんで、そういう意味ではいいのか。
こういうのねちょっと使ったことがないのでわからなかったんですけど、刃の部分は固めのゴムのような感触で子供でも怪我しにくいのが安心。本当ですね。これすごい知らなかった。これなんていうんですか、シリコンみたいな、全然こうやっても手が切れるとかないですね。お子さんとかもねこれだったら怪我しにくいのでいいですよね。ちゃんと配慮されてるなと思います。トイレットペーパーをゴミを拾ったりテーブルを拭いたりなど使っているのですが、そうなんだ、テーブルで使ってる人多いのね。トイレットペーパーそのまま置いておくのに抵抗があったのでこんな商品を待っていた。ある程度重みがあるので転げ落ちることはありません。蓋の内側にあるガイドが書いてあるシールがとても外しづらく苦労しました。外しやすいシール希望。これね、これは多分外さなくていいんじゃないかなって思ってましたけど、付け方はね知ってる人だったらいいけど、家族で別の人がこれどうやって使うねんってなった時見るんじゃないかなと思ったんで、僕はこれ見えないんでこのまま貼っとくものだと思ってました。ということで卓上用トイレットペーパーケース、僕は普段使ってなかったので非常にそんな需要があるんだと思いましたけど、是非ねこちらもチェックしてみてください。重ねて使える竹材すのこボックス大1990円。こちらまた新しく収納ボックスが出たんですけど、このね竹材シリーズは無印のめっちゃ優秀なんですよね。しかもこのなんか見た目もおしゃれ、なんかこの木のね竹の感じがすごく見た目的にもいいですね。これ3段まで積み重ねて使うこともできます。あと底面には別売りのキャスターを取り付けることができるので簡易ワゴンとして使うこともできます。あとですね、重なる竹材長方形ボックスというね、以前から発売されていたシリーズの収納ボックスがあるんですけど、それと組み合わせて使うことができるサイズ仕様にもなっております。これ今回僕が買ったのは重ねて使える竹材すのこボックスの台なんですけど、窓ありというのもあります。これは全面が開いているので、ペットボトルとかをね取り出す時には非常に何か物を重ねていても取り出す仕様になっています。こちらは1790円で、あとサイズのね小さい小というのもありまして、こちらは1290円となっておりますので、使う場所とか用途に合わせて小か大か窓ありか窓なしか選んでいただければいいんじゃないかなと思います。収納ボックス何かといろいろ使えるし、通気性がいいというところもありますし、横からも見えるのでね、見えていてもいいものであれば本とか新聞とかおもちゃボックスとしてもね使えそうですし、いろいろな使い道がありそうなんでぜひチェックしてみてください。スマホスタンドにもなるモバイルバッテリー、マグネット式充電対応 10,000mAh 5990円。こちら新しくモバイルバッテリーが出ました。マグネット式。このデザインのやつって多分これアンカーのやつですよね。めちゃくちゃいいやん。ここピタッとくっつきます。するとしっかりとこちら充電されております。でこちらね、裏側ここをこう開くことができるようになっていまして、ここに引っ掛けるとこんな感じで充電しながらスタンドになると。めちゃ便利で、僕これね iPhone の14 Pro Max でかいなので横向きにするとくっつきはするんですけど、この分にはね落ちてくるんですよね。なのでこの重いスマホでは無理ですね、この縦しか。でも充電しながらねこうやって見れるのはめちゃくちゃ便利なんで、 QI2 規格のマグネット式充電対応となっております。でこちらスマートフォンへ給電しながらモバイルバッテリー本体も充電できるということなんで、こんな感じでねコンセントからつないでおけばスマホにもモバイルバッテリーにも充電されていて、朝には両方満タンになっているということですね。そして別にマグネットを使用せずとも、こちらタイプ A の USB と、タイプ C の USB ケーブルで充電することができます。でタイプ C はパワーデリバリー PD20W 急速給電となっておりますので、より早く充電したい方はこちらタイプ C の急速給電を使ってください。ただケーブルも急速充電対応のケーブルじゃないと、できませんので、そちらはお気をつけください。無印の USB ケーブルは急速充電対応ですので、柔らかくてね非常に使いやすいのでそちらもおすすめです。このマグネット式の充電器いいなと思ってたので、今回これ出たのでね、以前使ってたモバイルバッテリーの方は防災用にしとこうかな。こちら 5000mAh の方もあります。4990円で購入することができますので、もうちょっとねコンパクトで少しでも軽い方がいいという方は 5000mAh の方をチェックしてみてください。はさみ焼きクラワンカ飯碗大1090円。見てください、この美しいお茶碗。もうこれ見るだけでなんか飯がうまく見えるでしょ。これ職人さんがね一つずつ手で描いていると
いうことで、もうオンリーワンです。全く同じものはこの世に存在しない。すごいな、この線。これ手で書いてんの。このクラワンか飯ワンというのは江戸時代に商人たちが船の上で食事をとるときに使用したお茶碗だそうですね。でこの高台、これがねちょっと高く作られているので、こう安定した船の上でこう揺れても安定しているというね、そんな作りのお茶碗だそうです。で波佐見焼というのは長崎県の波佐見地区で作られた食器、焼き物。これね美しいからね。でこのクラワンかっていうのは食べへんかっていう意味らしいですね。おいご飯クラワンかっていうね。なのでクラワンか飯ワンということですね。食器ってね大事なんですよ。こね大事なんですよね。器なんて100均でいいやんとかね思う方もいるかもしれません。ただこういうもので食べるとご飯はより一層気持ちもより一層美味しいわけでございます。ぜひこちらチェックしてみてください。波佐見焼箸置き豆皿790円。先ほどの飯碗に続いてね、こちら同じ柄の小さいお皿、これですね見てください。ここにね箸置きがついている。なのでこう食べた時にねこうやってお箸を置くことができるんですよ。この柄ね3つぐらいパターンがあるんですけど、これ一緒の柄のものを買い揃えました。いいですね。これで浅漬けと白ご飯とかね、昆布と白ご飯とかね、梅干しと白ご飯とかね、もうよだれが出てきたな。ぜひねこちらも非常に可愛らしい箸置き付きの豆皿ですのでチェックしてみてください。箸の端材を使った箸置き390円。先ほどねお皿が箸置きになりますって言ったんですけど、これ箸置きだけも新発売されました。これお箸を作る時の端材で作った箸置きってことね。なるほど。無塗装で仕上げているので、この天然素材のね一つ一つの手作業の感じがなんかいいですね。味がある。こっちのね豆皿使うのもいいですけど、やっぱりこのねお箸をいただきます。ありがとうございます。日本の心、和の心、いいですね。なんかこう、いい、もういいわ。美濃焼すり鉢1290円。こちらもねいいでしょう。これ食器の産地として知られる美濃地区で作ったというねこのすり鉢。いやーいいですね。こんな感じでね、ごまとかとろろとかいろいろできますから、いやーいいですね。和だわ。ぜひこちらもねチェックしてみてください。美濃焼薬味皿490円。こちらもですね同じく美濃焼の薬味のお皿、美しいなこれ。ざるそばとかね食べる時にわさびとネギを置いたりとかですね、それからちょっと昆布を置いたり漬物を置いたり梅干しを置いたりね、小皿として使えます。非常に美しい。ぜひねこちらも合わせてチェックしてみてください。ほら全部揃うとこんな感じ。いいでしょう。健康和食ご飯最高やん。もうこれでご飯食べたらめちゃくちゃ美味しいよ。不揃い褒められかぼちゃバーム190円。この秋ですね褒められかぼちゃシリーズのお菓子がたくさん出てるんですが、この褒められかぼちゃがもう褒めたい。めちゃくちゃ美味しい。褒められかぼちゃって何かっていうと、糖度、水分、比重を測定して基準を満たした濃厚な甘みのあるかぼちゃらしいんですよ。で普通のかぼちゃとは違って約ね3倍の手間がかかるそうです。20時間ほどで収穫できる一般的な栽培に対し、褒められかぼちゃは約70時間。毎日畑に通って水分を見ながら育て、糖度、水分、比重を独自の基準で管理して独自開発の光センサーで選別しているという農家さんがもう3倍手間をかけて作ってくれた。なのででんぷんがじっくり甘みに変わるそうなんですよ。なのでほんとねこれ濃厚なかぼちゃの甘みがするんです。それのバームクーヘンやん。絶対美味しいやん。これ待ってたのよ。いただきます。かじった断面ですいません。これね僕冷蔵庫で冷やして食べるのが好きじゃないですか。もう抜群に美味しい。これ牛乳飲みたくなるのよ。わかる？これ牛乳と飲むとまたこれ牛乳が甘く感じる。めちゃくちゃ美味しいな。ぜひ皆さんもこれからのティータイムに1個と言わず何個か買っといてください。最高に美味しいです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回も魅力的な商品たくさんあったかと思います。ぜひね気になるものがあった方はチェックしてみてください。このチャンネルは無印マニアの私が様々な無印のアイテムをレビューしていくチャンネルですので、無印好きな方は見逃さないようにぜひチャンネル登録していってください。まだ無印好きが集まるコミュニティというのもやっておりまして、概要欄の方に貼っておりますので、よかったら合わせてチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。無常にお任せ。